皆様こんにちは、セリナです。今回は7月19日発売スックオータムコレクション2024よりシグニチャーカラーアイスの限定色140みやび空、141狭間空、新作チークブラーリングカラーブラッシュ05思いくれない、06透け重ね、限定色101うふう、コンフォートリップフルイドフォグの新色09ビツ筋をご紹介していきます。今回のスックの秋コレクションではアイシャドウ、チーク、リップ、ネイルなどの様々なアイテムが発売されますが、中でも大注目なのはこちらの新作のチークですよね。今回は予約の段階で人気とのことだった05番と06番、そして限定色の101番もご紹介していきますので、少しでもカラー選びの参考になれば嬉しいです。またこちらのチャンネルでは他にも各ブランドの新作コスメのご紹介や崩れに強い人気のリキッドファンデーション10種類比較、アイシャドウ、チーク、リップなどの全色レビュー、またサブチャンネルではリクエストいただいた内容などをアップしておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。スックオータムコレクション2024、感性を揺らす色、四季折々の風光明媚な景色や風や光の彩り、刻一刻と表情を変える空の幻想的で奇跡のような色合い、移り変わりの美は必ずグラデーションになっています。その景色を写し取ったような新パウダーブラッシュをはじめ、心震える瞬間の絶妙な色彩を捉え、メイクアイテムに落とし込んだ今回のコレクション。自然の刹那の美をまとい、力強い生命力にあふれるモダンでエモーショナルな表情を引き出します。ご紹介していくのはこちら、ブラーリングカラーブラッシュ05思いくれない、06透け重ね、限定色101うふう。まるで無重力のような軽やかさ、色彩かけるツヤのオーラをグラデーションでまとう新次元のパウダーブラッシュ。ツヤを出すためにオイルを多く配合したこれまでの処方から一転、オイリーレス処方を採用し、従来品よりオイルを 40% 減。オイルを減らすことで粉同士が付着しないので細かくほぐれやすく、低摩擦の球状粉体と密着型の板状粉体のコンビネーションで一度塗りでもしっかり高発色。けれどつけたところの境界線が自然にぼけて、つけすぎやムラつきを防いで美しい頬を簡単に作れます。05思いくれないはチーク&チーク、骨格を引き立たせ立体感を引き出すピンクとブラウンのダブルチーク処方。06透け重ねはチーク&ハイライター、重ねるほど透明感と淡い血色感が生まれていくパープルカラー。そして限定色101うふうはチーク&ハイライター、淡く柔らかなミルキーベージュのチークに透け感が高いブルーのハイライトで旬の抜け感を。続いてシグニチャーカラーアイズの限定色140みやび空、141狭間空、刻々と移り変わる白明の空の色彩を写し取った美しい限定パレット2種。140みやび空はシックレット×ビートブラウン、朝焼けや夕焼けの空のシンクの濃淡、輝きのバリエーションを詰め込んだパレット。和のエッセンスを感じながらモダンな表情を引き出します。141狭間空はスカイモーブ×シルキーパープル、黄昏時の空の美しいグラデーションを表現したパレット。赤みのパープルから穏やかなピンクまで、たおやかな柔らかさをまといながら華やかな目元に。続いてコンフォートリップフルイドフォグ、淡く移りゆくグラデーションのメイクを凛と引き締めるほのかな光沢のリクイドリップ。今回は新色の09ビツ筋をご紹介していきます。それではコンフォートリップフルイドフォグの新色09番ビツ筋からご紹介していきます。はい、唇の上にのせてみるとこんな感じでした。
グロスのようにオイル感やツヤがしっかり出たり、唇にのせて少し時間を置くとマットに変化するタイプのリキッドリップではなく、ほのかな光沢感を残した自然なツヤに仕上がってくれるので、いろいろなメイクに組みやすそうだなと思いました。一度塗りでも唇の透け感を残すことなくしっかりと発色してくれますが、この自然なツヤ質感も相まって高発色なのに派手な印象になりすぎないところもすごくいいなと思いました。ほんのりと青みを感じつつ程よい深みもあるピンクカラーなので、秋メイクにはもちろん今の季節のメイクにも合わせやすそうです。続いては大注目の新作チーク、ブラーリングカラーブラッシュをご紹介していきます。今回は予約の段階でも特に人気とのことだった05番と06番、そして数量限定色の101を購入しましたので、それぞれのカラーや特徴をご紹介していきます。まずはこちら、05思いくれないです。こちらはピンクとブラウンのダブルチーク処方になっているので、チークブラシを使って2色を合わせて塗っていきたいと思います。しっとりと柔らかい粉質のチークが増えている中で、スックはオイルを 40% も減らした処方に変更したとのことですが、頬の上にのせるとこんな感じで、確かにパウダーがさらりとしているので、チークがダマになったり固まることがなく、綺麗なグラデーションに仕上がる感じがします。はい、こちら側の頬にダブルチーク処方の05思いくれないのカラーを塗ってみました。軽くてさらりとしている粉質なのに、肌の上にのせてもパサついてしまうことなく、綺麗にふわっと柔らかいグラデーションを出してくれています。一塗りでもしっかりとカラーが肌に塗る高発色のタイプでしたが、近くで見てもこんな感じで、パウダーの重さを感じさせないので、しっかりチークのカラーは楽しめるけれど、かなり自然に肌に溶け込んでいますよね。オイリーレスな処方に変化したということで、どんな感じになるかなと思いましたが、この肌に溶け込むような仕上がりの綺麗さはもちろん、グラデーションの作りやすさもレベルアップしていたので、ものすごく使いやすいチークになったなと思います。05番はダブルチーク処方ということで、ハイライトは含まれていないので、パールやラメによるツヤめきは感じませんが、パウダー自体の自然なツヤが頬に乗ってくれるので、マットな印象に寄りすぎていないところもすごくいいなと思います。05番自然光で見るとこんな感じです。自然光で見ても毛穴が悪目立ちすることなく、綺麗に肌に馴染んでくれている感じがわかりやすいと思います。やはりラメやパールはかなり控えめです。続いては06の透け重ねをご紹介していきます。こちらは予約の時点で既存色の中の一番人気のカラーとのことでした。06の透け重ねはハイライトとチークがダブルになっている処方なので、まずはチークのみを塗ってみたいと思います。チーク単品だと青みをしっかりと感じるような明るいパープルピンクのカラーでとても可愛らしいです。はい、06の透け重ね。まずはチークのみを塗ってみました。チーク自体にはパールやラメを感じなかったので、単品使いすればふんわりと柔らかな印象の控えめなツヤ肌に仕上げてくれます。青みをしっかりと感じる透明感抜群のピンクカラーなので、一気に可愛らしい印象に仕上げてくれます。では、ハイライトの部分を取って、目の下の C ゾーンからチークにかかるように広範囲に入れていきたいと思います。こちらのハイライトも微細なラメで自然なツヤが乗っていますが、チークと同様のふんわりとセミマット寄りのパウダーがベースになっているので、そこまでキラキラしすぎてしまったり、強いツヤを感じるというタイプではないです。はい、目の下の C ゾーンからチークにかかるように広範囲にハイライトカラーをなじませてみました。手元で見た時は結構しっかりとラメを感じるタイプだなと思いましたが、ハイライトもチークと同様、さらりと軽いセミマットに近いような質感のパウダーがベースになっていて、その上に上品で微細なラメが乗るようなタイプだったので、ハイライト単品として使うには少しだけツヤ感が物足りないかなという印象でした。ただ、高発色なチークをなじませるように上から重ねると、より綺麗にチークの境目がぼけてくれて、とても自然で美しいグラデーションになってくれたので、チークのカラー調整が苦手という方は、先にチークカラーを塗っておいて、上からハイライトカラーでなじませるように使うのもおすすめだなと思いました。ハイライトを重ねることでより透明感がアップしてピュアな印象の肌に仕上げてくれます。続いて反対側には数量限定色101の風を塗っていきます。
こちらもチークとハイライトがセットになっているタイプです。まずはチークカラーのみを塗っていきます。チークはミルキーベージュのカラーということで、手元で見た時はかなり肌なじみがいいなと思いましたが、やはりこういったカラーも発色がしっかりとしているので、ちゃんと骨格を引き締めるようにカラーが乗ったのがわかります。こういったベージュカラーで発色がいいタイプのチークは使いやすいのですごくいいですよね。はい、こちら側には数量限定の101、まずはチークのみを塗ってみました。柔らかいオレンジのニュアンスも感じるようなミルキーベージュのカラーで、程よく骨格は引き締めつつも少し明るいニュアンスも感じるので、大人っぽさの中に可愛らしさも感じられるようなベージュチークですごく絶妙な色出しだなと思います。そしてこちらにはチークの中にも微細なパールを感じるので、チークを単品で使っても程よいツヤを感じるような立体的な肌に仕上がりました。毛穴や凹凸が悪目立ちしない程度の程よいパール感なので、どんな肌タイプの方にも使いやすいと思います。ではハイライトカラーを重ねていきます。こちらはブルーのハイライトということで、肌の上にのせるとホワイトがベースになっていますが、角度によってブルーの微細なラメを感じることができます。反対に塗っている06のハイライトよりもさらにパールやラメが効いていて、しっかりツヤが乗る感じがします。はい、数量限定色の101、上からハイライトを重ねてみました。こうして比較をしてみると、既存色の一番人気カラー06とのツヤ感の違いが分かりやすいと思います。数量限定色はチークにもハイライトにもしっかりと微細なパールとラメが効いていたので、顔を動かすと立体的なツヤがしっかりと乗っています。近くで見るとこんな感じで、かなり微細なブルーのラメが効いているので、オレンジのニュアンスを感じるようなミルキーベージュのチークに程よく透明感を与えてくれます。柔らかくて淡いカラーのチークなので肌に馴染みすぎてしまうかなと思いましたが、このチークの良さである高発色なところが生きていて、すごく絶妙なチークだなと思います。数量限定ではなく定番化してほしいなと思うくらい素敵です。はい、外の自然光で撮影しています。自然光で見ると06と限定色の101のラメの量の違いが分かりやすいと思います。ではここからはシグニチャーカラーアイズの数量限定色140のミヤビ空からご紹介していきます。まずは1色ずつまぶたの上に単色塗りをしてカラーをお見せしていきます。左上から A、多色パールで華やかさを彩るコートカラー。しっとりと滑らかな粉質で、パールのツヤと微細なラメ、どちらも感じられるようなツヤめき感のあるカラーです。はい、1色目 A のカラーはこんな感じでした。重ねていくと透け感の中にほんのりと温かみを感じるようなピンクのニュアンスカラーがベースについていて、上からシルバーの大粒のラメがキラリと輝きます。暖色カラーのベースに寒色カラーのシルバーのラメが効いているところがすごく今っぽいカラーだなと思いました。続いて B、シルクのようなテクスチャーのメインカラー。高発色で滑らかな粉質です。温かみのあるオレンジがとても可愛いです。2色目 B のカラーはこんな感じでした。上品なパールの艶めきとしっかりとした高発色を楽しめます。温かみのあるオレンジブラウン系のカラーで大人っぽい暖色ニュアンスがすくらしいなと思います。A のカラーと B のカラーそれぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて C、グラデーションが美しいメインカラー。2色を混ぜて使うのがおすすめです。お好みで混ぜる配分を変えたり、混ぜずに単色でも使えます。まずは濃いカラーのみを塗ってみたいと思います。左側の高発色なカラーはこんな感じで、まぶたの上にのせるとパールやラメを感じないような柔らかいマット質感です。はい、3色目 C のカラー。まずは左側の高発色なカラーのみを単色塗りしてみるとこんな感じです。こちらはパールやラメを感じない肌なじみのいいマット質感で、パレット見たままのような赤みの強いパープルのニュアンスがしっかりとまぶたに乗ってくれます。秋冬にマット系のメイクを楽しみたいときにこのカラーをメインで使っても可愛いと思います。で
では上からグラデーション部分を重ねてみます。重ねるとこんな感じで贅沢なパールの滑らかなツヤが乗って一気にイメージが変化します。はい、C のカラー2色を合わせるとこんな感じでした。少し黄みがかったホワイトのパールカラーが全体に乗ることで、高発色だったピンクパープルに柔らかさと大人っぽさがプラスされました。滑らかで贅沢なパール感が加わることで、目元により立体感が出てきます。そして C、シルクのようなテクスチャーのディープカラー。こちらは反対に塗っている C のカラーよりもさらに高発色で、まぶたにピタッとカラーが馴染むタイプです。はい、最後 D のカラーはこんな感じでした。反対側に塗っている C の左側のカラーとニュアンスがかなり近くて、ピンクのニュアンスを感じるパープルに発色しますが、D は高発色ながらも微細なパールも効いているので、単色塗りでも程よい立体感が出てくれるところが特徴です。140のパレットは比較的同系色のニュアンスでまとまっていたので、ワントーンの秋メイクを楽しみたい時にも良さそうです。C のカラーと D のカラー、それぞれ引いてみるとこんな感じです。では、140のみやび空全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず B のカラーを指に取って、アイホール全体にのせていきます。こちらのパレットは比較的同系色でまとまっていましたが、このカラーのみしっかりと温かみを感じるようなオレンジ系だったので、あえてこのカラーをベースに仕込んでおきます。続いて C のカラーを指に取って、上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置までのせていきます。C は2色を合わせて重ねていきます。パールのツヤが乗って立体的になっていきます。続いて D のカラーを付属のチップの細い面に取って、下まぶたのまつげの際から少し広めにぼかすようにのせていきます。最後 A のカラーを指に取って、上まぶたの黒目の中心から少し広めの範囲にぼかすようになじませていきます。はい、140のビアビ空全色を使ったメイクが完成しました。全体的に同系色の赤みパープル系で揃っているパレットだったので、あえてはっきりしたグラデーションを作らずに柔らかくカラーが移りゆくようなイメージで目元を仕上げてみました。ベースにオレンジブラウンのカラーを仕込んでいることで、このパレットの温かみのあるニュアンスがしっかりと効いているようなパープルメイクに仕上がったなと思います。引きで見るとこんな感じです。最後は141の狭間空です。まずは1色ずつ単色塗りをお見せしていきます。左上から A。こちらの A のカラーは140の A よりもさらにラメがしっかりと効いています。多色のラメが散りばめられていてとても綺麗です。はい、1色目 A のカラーはこんな感じです。透け感のあるオレンジベージュのベースにブルーやシルバーなどの微細な多色ラメのきらめきを感じられます。重ねていくとベースのカラーもしっかりと出るので、単色塗りでも楽しめそうなカラーです。続いて B。かなり青みがしっかりと効いているモーブカラーで、一気に明るく透明感のある目元に仕上げてくれます。はい、2色目 B のカラーはこんな感じでした。パレット見たままのような青みがしっかりと効いたピンクモープがまぶたの上にそのまま乗ってくれました。パールやラメは効いていないですが、顔を動かすとメタリックのような自然なツヤを感じることができます。オレンジ系のカラーやこういった青みのモーフカラーなどが一緒にセットされているところがスクらしい配色ですよね。A のカラーと B のカラー、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて C。まずは左側のカラーを塗ってみます。こちらも先ほどの140のパレットと同様、左のカラーのみだとパールやラメを感じないマット質感です。青みを感じるパープルピンク系のカラーに発色します。はい、まずは左側のカラー単色塗りだとこんな感じでした。青みのニュアンスを感じる明るいピンクパープルのカラーがしっかりとまぶたに乗ります。
肌にピタッと密着するようなマットカラーでしっかりと発色も楽しめます。上から重ねていきます。重ねていくと自然な温かみのニュアンスがプラスされて、さらに微細なラメも与えてくれます。はい、シードカラー2色を重ねるとこんな感じでした。ツヤカラーに温かみを感じたので、青みのパープルピンクがより柔らかい印象になってとても可愛らしく変化しました。こちらのパレットは青みと黄身のバランスがとても素敵です。最後が T です。爪色はかなりしっとりとしていて、パールも贅沢に艶めきます。深みのあるパープルカラーです。はい、最後 D のカラーはこんな感じでした。寒色系の深みのあるパープルカラーで目元を引き締めつつもトレンド感も出してくれています。こちらの締め色には贅沢なパールの艶めきも感じるので、深みのカラーですが重くなりすぎないところもポイントです。C のカラーと D のカラー、それぞれ着てみるとこんな感じです。それでは141の狭間空全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず B のカラーを指に取ってアイホール全体にのせていきます。透明感抜群の青みモーフをしっかりと強調させていきます。続いて D のカラーを指に取って上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置まで透明の締め色としてのせていきます。ベースは寒色系の2色を組み合わせていきます。続いて C のカラーを付属のチップの太い面に取って下まぶた全体にのせていきます。グラデーション部分を混ぜ合わせて塗っていきます。最後 A のカラーを指に取って上まぶた全体に重ねていきます。ベースで作った寒色ニュアンスにオレンジの温かみをプラスしていきます。はい、141の狭間空全色を使ったメイクが完成しました。こちらのパレットは暖色と寒色のバランスがとても良かったので、ベースには寒色のパープルカラーでグラデーションを作った後に、下まぶたと上からアクセントで重ねるカラーには暖色のオレンジ系をメインに使ってすっくらしい印象のメイクに仕上げてみました。上から重ねたオレンジの多色ラメカラーが秋のニュアンスを一気に引き出してくれてとても可愛いです。着てみるとこんな感じです。はい、ではこんな感じでスックのオータムコレクション2024をご紹介していきました。限定のアイシャドウや新色のリップなど秋らしいニュアンスとカラーがとても可愛かったですが、個人的には特にこちらの新作のチークがものすごく優秀だったなと思いました。高発色なのに肌に溶け込むように馴染んでくれるところやカラー調整がしやすくグラデーションが作りやすいのはもちろん、ハイライトとセットになっているカラーもハイライトがギラつきすぎないのでいろいろなシーンに使いやすいんじゃないかなと思います。とても素敵なコレクションでしたので気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたらお気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。